皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。国際情勢における日本外交の戦略。日本の外交戦略は、歴史的背景や地政学的条件を踏まえつつ、国際社会における安定と繁栄を確保するための多角的なアプローチを特徴としている。戦後、日本は平和国家としての立場を堅持し、経済力を基盤とした国際協力を推進してきた。しかし、近年の国際情勢の変化、特に安全保障環境の悪化や経済秩序の流動化により、日本外交の課題は一層複雑化している。このような状況のもと、日本は同盟関係の強化、多国間協調の推進、経済外交の深化、そして新興国との関係強化を通じて、戦略的な外交方針を模索している。まず、日本の外交戦略の柱として、日米同盟の強化が挙げられる。日米安全保障条約のもと、日本は米国との防衛協力を深化させ、地域の安定維持に貢献している。近年、中国の軍事的台頭や北朝鮮の核・ミサイル開発の進展を受けて、日米間の防衛協力は一層強化され、共同訓練の増加や防衛技術の共有が進められている。特に南シナ海や東シナ海における海洋進出の動きが活発化する中で、日本の防衛政策はより実践的なものへと変化しつつある。自衛隊と米軍の連携は従来の防衛範囲を超え、宇宙やサイバー空間といった新たな領域にも広がりを見せており、安全保障環境の複雑化に対応する形で発展している。また、日本は米国主導のインド太平洋戦略に積極的に関与し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組みを強化している。この戦略の一環として、日本はオーストラリアやインドとの関係を深化させ、日米豪印戦略対話を通じた安全保障協力を推進している。特にインドとの関係強化は、経済的な相互依存関係を基盤としつつ、防衛装備品の共同開発や技術移転を含めた包括的な協力へと発展している。さらに、日本は東南アジア諸国とも安全保障協力を進め、フィリピンやベトナムといった国々に対して防衛装備の供与や訓練支援を行い、地域全体の安定化に寄与する姿勢を強めている。さらに、多国間協調の枠組みの強化も日本外交にとって不可欠な要素である。日本は国際連合や G7、G20 といった国際機関を通じて地球規模の課題に取り組んできた。特に気候変動対策や持続可能な開発目標に関する議論に積極的に関与し、環境技術の普及や発展途上国支援を通じた貢献を続けている。例えば、日本は再生可能エネルギーの分野で
先進技術を有し、水素エネルギーの開発や省エネルギー技術の普及を通じて、世界の脱炭素化に貢献している。また、日本は東南アジア諸国連合 ASEAN との関係を重視し、地域の平和と繁栄を支えるために経済協力やインフラ整備を推進している。具体的には、アジアエネルギートランジションイニシアティブを通じて ASEAN 諸国のエネルギー転換を支援し、低炭素技術の導入や電力インフラの整備に貢献している。ASEAN 諸国との結びつきを強化することで、日本は地域の安定化に寄与しつつ、中国の影響力拡大に対抗する狙いもある。特に日本は南シナ海の領有権問題に関して、ASEAN 諸国と連携しながら国際法に基づく解決を支持し、航行の自由を確保するための外交努力を続けている。このような多国間協調を通じて、日本は国際社会におけるリーダーシップを発揮し、自国の利益を守ると同時に、世界的な課題の解決にも貢献しようとしている。経済外交の面では、日本は自由貿易の推進と経済安全保障の強化を両立させる戦略を展開している。環太平洋パートナーシップ協定 TPP11 や日欧経済連携協定を通じて貿易の自由化を推進し、日本企業の海外進出を支援している。TPP11 においては、アジア太平洋地域における自由貿易の枠組みを主導し、貿易の活性化を促進している。また、日本は英国の TPP11 加盟を支援し、さらなる経済圏の拡大を図っている。一方で、近年の保護主義的傾向の高まりや、経済安全保障の重要性の増大を受けて、日本は半導体やレアアースなどの重要物資の供給網強化にも取り組んでいる。特に半導体分野では、台湾や米国との協力を深め、安定供給の確保と技術力の向上を目指している。経済的相互依存が進む中で、日本は戦略的パートナーとの協力を深め、安定した経済環境の構築を目指している。加えて、デジタル経済の発展に伴い、日本はデータ流通の自由化やサイバーセキュリティの強化にも積極的に取り組み、デジタル貿易のルール作りにおいて主導的な役割を果たしている。これにより、日本は新しい経済秩序の形成に寄与しつつ、自国企業の国際競争力を高める方針を推進している。また、新興国との関係強化も日本外交の重要な課題である。特にアフリカや中南米との経済、技術協力を通じて、日本は国際的な影響力を拡大しようとしている。アフリカ開発会議を通じて、日本はインフラ整備や人材育成を支援し、長期的な関係構築を図っている。具体的には、アフリカ諸国における道路、港湾、
鉄道などの整備を支援し、経済発展の基盤を強化している。また、中南米においては、日系移民のネットワークを活用し、経済協力や文化交流を推進している。特に、ブラジルやメキシコとの経済関係は、日本企業の進出によりさらに進化しており、製造業やエネルギー分野での協力が拡大している。これにより、日本は新興市場へのアクセスを確保し、国際的な立場を強化することを目指している。また、日本はこれらの地域に対して、医療技術や防災技術の提供を通じて、人的安全保障の観点からも貢献を強めている。新興国との協力を通じて、日本は経済的な利益を追求するだけでなく、国際社会における信頼を高め、長期的な外交基盤を構築しようとしている。日本外交のもう一つの特徴は、ソフトパワーを活用した国際的な影響力の拡大である。日本は文化外交を通じて自国の魅力を発信し、国際社会における存在感を高めている。アニメや映画、伝統文化の発信を通じて、日本のブランドイメージを強化し、観光振興や経済成長にも貢献している。特に、クールジャパン戦略の一環として、政府や民間企業が連携し、日本のポップカルチャーを世界各地に発信する取り組みを進めている。また、国際的な人材交流の推進も重要であり、外国人留学生の受け入れや日本語教育の普及を通じて、長期的な対外関係の基盤を構築している。このようなソフトパワーの活用は、日本の外交の多角的なアプローチを示す重要な要素となっている。総じて、日本の外交戦略は、安全保障、経済協力、多国間協調、新興国との関係強化、ソフトパワーの活用といった多層的な要素を組み合わせたものである。国際社会の不確実性が高まる中、日本は柔軟かつ戦略的な外交を展開し、平和と繁栄を確保するための努力を続けている。今後も国際環境の変化に対応しながら、日本独自の外交スタイルを発展させていくことが求められている。特に技術革新や環境問題への対応が重要視される中、日本はデジタル技術の発展やグリーンエネルギーの推進を通じて、持続可能な国際秩序の形成に貢献することが期待されている。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。